こんにちは、日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は日本人がよく使う言葉、はい、日本人がよく使う面白い言い方を紹介します。はい、これもよく使います。はい、皆さんも使いますよ。皆さんの周りにもこういう人がいると思うからです。はい。それか皆さんがこれです。はい。もしかしたら。はい。ですので、面白いです。面白い言葉です。はい。紹介しますね。では、この絵を見てください。何かが変ですね。そうですね。もうすぐ分かりましたね。そうなんです。この女の人の頭の上を見てください。そうですね。何ですかこれ。そうですね。猫。はい。猫が乗っていますね。そうなんですね。これ。はい。乗っていると言ってもいいし、猫をかぶっている。と言ってもいいですね。帽子をかぶるって言いますよね。そうそう。帽子をかぶると同じで、猫をかぶるという言葉があるんです。そうなんです。猫をかぶる。猫をかぶるです。はい。犬じゃない。はい。鳥じゃない。はい。ライオンじゃない。猫なんです。はい。猫をかぶるというのが今日の言葉です。はい。変な言葉ですね。でも言葉簡単ですよね。簡単なんですが、意味がもう全然違います。はい。面白いと思います。そうなんです。何だと思いますか？猫をかぶるって。にゃー、犬じゃないね。ワンワン、ワンワンワンじゃない。うん、そうなんです。実はですね、これですね、この別の絵を見せましたね。こっちも猫をかぶってます。これね。これはいい意味だと思いますか？悪い意味だと思いますか？そうなんですね。これはね、いい意味ではない。はい、そうです。皆さんの周りにも、あなたの周りにもこういう人がいるかもしれない。はい。その人は猫をかぶっています。はい。猫をかぶる。これちょっと辞書だとこんな風に書いてあります。ちょっと難しい言葉もありますが、JLPT のためにもちょっと勉強してみましょうか。読んでみましょう。意味はこれです。私読みますね。本当の姿、本性を隠しておとなしい人格として振る舞う。特に女性が人前で清楚なふりをする。はい。これが猫をかぶるの意味です。はい。これ難しい言葉たくさん入ってましたよ。はい。特に N2 勉強してる人ね、ちょっとわからないって思っても大丈夫です。心配しないでください。N1 レベルの人は、このぐらいの言葉知っていた方がいいですね。もう全部ね。いきましょう。確認します。意味ね、これね。これ猫をかぶるの意味は、本当の姿。あなたの本当のこと、あなたはどういう人ですかという意味です。これね。はい。あなたの性格とかそういうのです。キャラクターとかです。本当の姿、本性。本性というのが、これがあなたの、性格、あなたの心の中とか考え方とか、性格が一番意味が近いですね。本性っていうのはね。はい。あなたの本性、本当の性格を隠して、おとなしい人格。おとなしいは静かなの意味ですね。静かな人格。静かな人。静かな性格の人ということ。静かな性格の人という、として振る舞う。だからそうやって、話したりするということですね。だからこれ、あなたが本当の自分を隠して、本当の自分の性格を
見せないで隠して静かな人として誰かと話したり行動したりするということです。それが猫をかぶるの意味です。はい。そして特に女性が人前で、人前というのは人の前でですね、人の前で清楚なふりをする。清楚はとても難しいです。はい、これ N1 の人でも難しいと思います。読み方を覚えておくといいです。清楚です。清楚。清楚なふりをする。ふりは知ってますね。本当じゃないのにそれをするということですね。清楚は簡単に言うと上品。はい、女性の場合だとあまり化粧もしてないで、香水パフュームとかも強いパフュームはつけないし、あとは何ですか、笑い方とかも静か、あはははははと笑わないでと笑う品がいいですね。ちょっとお金持ちの人というイメージありますね。そういうイメージ、清楚です。はい。清らかとか言うんですけどね、そうちょっとその言葉難しいですよね。だから簡単に言うと、上品なだけどとってもこう何かとっても高い時計をしていますとかアクセサリーをしている指輪をしているとかじゃないんです。そのままなんですけどとてもナチュラルで自然で美しい、そんなイメージ。はい、それが清楚です。だから素敵ですよね。素敵な人ですね。だけど清楚なふりをする。だからこれは実際はこの女の人は清楚ではないんですね。特に心の中が、はい、そんなに綺麗じゃないということです。はい、怖い怖い言葉ですね、この猫をかぶるね。はい、ちょっと意味わかりました？この猫ここに書いてありますが、この女の人ですね、これ多分ね、これもだって悪い顔してますね。そうなんです。本当の汚い心の中を隠してるんです。猫をかぶって隠してるんです。そして静かな女の人のふりをしてます。はい、これが猫をかぶるです。日本では静かな女の人というのは特に昔はとても人気がありました。はい、女は静かな方がいいという、あまり喋らない、あまりうるさくない女、強く意見を言わない女、その方がいいという考えが日本にはあります。はい、最近はわからないですけどね。だからこそ、この猫をかぶるという言葉が昔からあるんですね。だから例えばさっきのこの猫をかぶってますね、この女の人ね。本当にね。実際はこれは猫は見えないんですよ。そうだけど、この女の人猫かぶってるなと言ったら、例えば、2人はね、この初めて会いました。この男の人と女の人初めて会った時に、女の人がとても上品、とてもこう静か、笑い方も静か。山田さんってとっても面白い人なんですねみたいな、例えばとかね、例ですよ今のね。とか、あとはそうですね、あまり話さない女の人がね、静かでもこう静かに笑っているだけとか、そういうの。はい。で、時々ですね、あと男の人のことをとても褒めます。わあ、山田さんって何でも知ってるんですね。頭がいいですね。素敵ですね。と言ったりする。はい。だけどこれは、本当はですね、そんな静かな女じゃないんですね、この女の人ね。この男の人が帰った後はいない時ね、一人になった時には、あー帰った、山田帰った、あー疲れた、
もうどうやってあの人褒めたら喜んでもらえるか考えるの疲れちゃう本当に。もう熱々、コーヒー早く飲もう。例えば、はい、もう猫をかぶっていません。だけど山田さんが戻ってきた。あれどうして戻ってきたわからないです。忘れ物をしましたか。戻ってきた。山田さんどうしたんですか。忘れ物ですか。はい、もうこんな風に声が変わりますね。綺麗な声になってしまいますね。それがだいたい猫をかぶっていると言われます。はい、あの女は猫をかぶっていると言われます。はい、でもだいたい男の人はそれはわからないです。気がつきません。はい、ですので女の人が女の人によく言います。あの女は猫をかぶっている、よく言います。はい、ですので例えばですね、言い方ね、この使い方、じゃあこの女の人は陽子という名前です。陽子ちゃん、陽子。陽子は男性の前ではいつも猫をかぶっている。はい、こんな風に言います。陽子は男性の前ではいつも猫をかぶっている。はい、もう陽子は本当はですね、とってもうるさい女なんですね。よく話す、うるさい。もう笑い方もうるさい。そう、実は話し方も汚い。男の人の言葉をたくさん使いますね。例えばね、はい、もう昼飯食ったとかね、もうめちゃくちゃこれ美味しいんだけど、例えば食ったっていうの私言いましたよね。昼飯食った、食ったは食べたの意味ですね。そうそう、皆さん知ってますね。だけど男の人の前ではそんな言葉は使いません、陽子はね。はい、もう昼飯食べたの？私お腹空いてるんだけど。そうだな、お寿司食べたいな。例えば言ったりします。はい、お寿司は高いですね。だけど男の人にこうやって可愛い綺麗な声で、お寿司食べたいなと言って、レストランに連れて行ってもらう。例えばですね、はい、そんな風に、猫をかぶる。そんな風に、猫をかぶって、男の人を騙すというんですね。嘘をつくってことですね。こんな風に使う。はい。あとは、例えば別の言い方ですね。もう一つがこれです。読みます。陽子はおとなしそうに見えるが、実際は猫をかぶっている。はい。例えばこれです。はい。陽子はね、すごく、静かそうな女の子に見える、おとなしそうに見えますね。ですけど、実際は違うんです。嘘、あれ嘘。ね、陽子はもう猫をかぶってるだけです。はい、特に男の前で、そういうことです。はい、そんな風に言います。で、じゃあ男の前で女だけ猫をかぶると思ったら、いやそんなことはないんですね。この絵を見てください。可愛いですね。キラーンってしてますね。もう男性ですね。男性も猫をかぶるあります。はい、よくあるのがやっぱり仕事の時、ビジネスです。はい、ビジネスの時、もうあの男は本当に猫をかぶるのがうまい、猫をかぶるのが上手だとか言ったりします。はい、いませんか、皆さんの周りにもそういう男。はい、例えばこうですね。田中くんは、はい、田中くんです。この人田中くん。田中くんは上司の前ではいつも猫をかぶっている。はい、田中くんは上司の前ではいつも猫をかぶっている。はい、これです。田中くんですね。会社の中で、上司は上の人ですね。会社の上の人ですよね。会社の上の人に対しておよ部長
それはいいアイデアですね。誰もそんないいアイデア考えませんでしたよ。さすが部長ですね。素晴らしいと思います。ぜひそのアイデアやりましょう。やりましょう。ね。皆さんね、いいですよね。もう部長が考えたんですから、一番いいアイデアですよね。よっ、部長、素晴らしい。今年もよろしくお願いします。とかいう、例えば、はい、もう、何ですかってね。もう田中よって言いたいですね。まあ、そんな風に部長のことをすごく褒めてるんですけど、部長がいなくなった後はもう人が変わります。田中くんね。はあ、部長帰った。今日はよかった。早く帰ったな。ちょっと信じられないよね、あの部長のアイディア。あれあれ先月さ、高橋さんがやろうって考えたアイディアと同じだよね。で部長あれダメって言ったのに、何今日になって急に新しいアイディア考えたとか言ってねえ、ちょっと信じられないよね。本当にさ、自分が考えたみたいに言ってさ、あれだから本当嫌になっちゃうんだよな。まあしょうがないけどさ、まあ俺たちもね給料少ないからさ、まあ頑張ってこの会社で働くしかないしさ、はあ参ったなとか、はい、こんな感じですね。田中くんも頑張ってます。はい、部長の前では、もう猫をかぶって頑張ってます。部長素晴らしいと言って、はい、そういうの、はい、あります。猫をかぶってるってね。はい、まあ、部長にそれがもし知られてしまったら大変なことです。田中君は猫をかぶってるのかってね。それは知られないようにしなければいけないから、まあ、田中君はずっと猫かぶってるかもしれない。会社の中でずっと猫かぶってる人もいます。はい、頑張ってますね。そうですね、ストレスがたまる。はい、まあ、このように男性も猫をかぶるという言い方もできます。ただ女性の方が多いです、実際は。うん、猫をかぶる使う時はやっぱり女性の方が、多いかなと思います。うん、まあ、女性に対して失礼ですけどね、ちょっとね、あの女ってね。だいたいさっき言ったみたいに男性の前で猫をかぶるっていうのをよく言われます。うわーね、また猫みたいな声出してるよあの女ね。田中さんおはようございます。今日も素敵なネクタイをしてますね。もう何色のネクタイをしても何でも似合っちゃうから、もう本当に素敵。例えば、はい、また猫をかぶってましたね。もう本当なのか嘘なのか、もう男性はわからないと思います、きっと。はい、まあ、こういうのが猫をかぶるです。はい、男の人ね、気をつけてください。はい、大体悪い女です。そういう猫をかぶってる女はね。はい、ということでした。まあ男性もありますけどね、猫をかぶることね。はい。まあぜひ使ってください。面白いので紹介しました。はい。では、他にも面白い日本語はたくさんあります。はい。最近面白いことをいろいろ紹介してます。例えばこれ。女を見る目がない。あいつは女を見る目がないんです。ね、これも使います。男を見る目がないのも言いますよ。男でもいいんですね。ぜひ見てください。これも、見ると皆さん使えます。はい、これ大事な言い方です。これ。うん。猫をかぶるとはまた全然意味違います。はい、ぜひぜひ使ってくださいね。YouTube でこのビデオ見られます。あとは、ニュースを読みながら日本語を勉強することもできます。はい。いろんなニュース、日本のニュースもずっと私紹介してますので、日本の文化、最近起こってることと、やっぱり日本の文化とか日本人の考え方が一緒にこれ見るとわかると思いますので、ぜひぜひおすすめです。はい。あとは JLPT のビデオもどうぞ見てみてください。こっちももうたくさんあります。JLPT 合格するためのビデオね。N3、N2、N1 のビデオがたくさんあります。はい。読解とか文法、漢字、語彙、はい。全部ありますので、どうぞ見てください。そろそろね、勉強始めましょうね、JLPT 皆さん。そろそろ始めないと、本当に次の7月に間に合わないですね。うん。
でちょっと本当に勉強ちゃんとやりたいんですと、もう困ってるんですっていう人、ぜひ私のオンライン授業を使ってください。このホームページのリンク、今日のコメントのところに書いてあります。コメントね。あとは今ライブで聞いてる人はライブチャットのところにもリンクが書いてあります。そこからジャンプしてください。私のオンラインレッスンはですね、ビデオレッスンとズームレッスンがあるんです。はい、ビデオレッスンは皆さんが時間がある時、暇な時に見ることができます。YouTube みたいに見られます。はい、簡単に見られて便利ですね。こちらもいろんなビデオがあるんですね。ビデオレッスンね。今見せてるのは読解です。リーディング。はい、読解とか語彙、漢字、文法、いろいろあります。はい。YouTube の中では本当に 20% ぐらいしか皆さんに大切なことはお話ししていないです。もっと本当に合格したい、もっとちゃんと勉強したいとか、一人で勉強やり方わからないとか、困ってますって人、ぜひぜひ使ってください。私のオンライン授業を使ってください。お金はかかります。だけどもうずっとテスト合格しないでずっと困っているより、もう早く正しい勉強の仕方を知って早く合格した方がいいです。時間がもったいないですね。ですので私は教えるこの日本語教師のプロですので、ぜひね使ってください。いろいろ話をしてます。オンラインレッスンのビデオレッスンの方がとってもいろんなことを詳しく話してますので、ぜひ見てほしいと思います。特にこの読解のビデオはたくさんの方がもう見てくださっています。そして、毎回、7月と12月の試験でたくさんの人が JLPT に合格してます。はい、ぜひね見て使ってください。あなたも早くテスト合格しましょう。ね、そして新しい仕事ね、JLPT があったら新しい仕事、いい仕事をすることができますよね。給料も上がりますよね。ですのでぜひね早く見て合格してください。応援してます。はい。あとは、私のズームレッスンもあります。こちらも、楽しいです。ズームなのでこれは私と話しながら授業をします。ズームレッスンはビジネス日本語と会話の練習とプライベートレッスンがあります。はい。ビジネス日本語はビジネス電話のかけ方、話し方ですとビジネスメールの書き方を勉強してます。はい、難しいんですがとっても面白いです。はい、よかったらぜひ私とみんなとクラスの皆さんと一緒に勉強しましょう。これグループレッスンですからね。はい。で会話練習もグループレッスンです。皆さんと私で、話し方練習しましょう。話し方ってね結構ね日本人直してくれないんですね。残念ですが皆さん何かは間違えてそのままN2 とかになってる人が多いです。ですので直してくれる人って本当に少ない日本人ねと思いますのでそういうチャンスだとも思ってきてほしいなと思います。はい。いろんなシチュエーション、いろんな状況での話し方を練習します。ですます使った言い方とですます使わない言い方もどちらも練習しましょう。はい。であとはプライベートレッスンです。これはあなた一人と私一人で勉強しましょう。これはJLPT の勉強でもいいです。リーディングでもいいし、語彙、文法、漢字、何でもどうぞ。会話の練習でもいいし、ビジネス日本語を勉強してる人もいます。あとは JLPT の、N5 から N1 のレベルまで誰でも私教えますから、ね、心配しないでください。私と一緒に勉強しましょう。きっと楽しいと思います。はい、何でも勉強ね私とできますので心配しないでください。はい。ではこのオンラインレッスンのリンクはこの今日のコメントのところと今日のライブで聞いてる人はライブのリンク、チャットのところライブチャットの中にもリンクが書いてありますね。そこから見てください。
あと私の X もあります。X の、このリンクも今日のコメントのところに書いてあります。Learning Japanese @ 日本語クラスです。はい。ぜひフォローしてください。いろんな情報を出しています。はい。もうね、たくさんの人フォローしてくださっていますが、まだの人、ぜひぜひ見てみてください。お願いします。では、ぜひ、今日の猫をかぶるも、皆さんの周りにいますか？猫をかぶるね。猫をかぶってる人。どんな人？はい。そして、あなたの国の言葉で何と言います？猫をかぶる。いるでしょ、そういう人。男の人も女の人もね。どんな人っていうのね、はい、教えてください。どんな人っていうか、あと何という国でどういう言葉で言うか、猫じゃないはずなんですね。そう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 。ですので、ぜひ教えてください。でね、猫をかぶる猫のなんで猫か説明忘れました。猫はね、猫って静かに見えるんだけど、本当の動物の猫ですね。静かに見えるけど、実際はとても大きな声を出したりしますよね。あと突然走ったりとか、結構性格も荒い猫もいますよね。見た時の見た時とても静かなのに実際はそうではないというところから猫をかぶるっていうふうに言うらしいです。犬じゃないんですよね。犬はワンワンって言いますからね。吠えるって言うんですけど、ワンワンワンね。吠えるから最初からうるさいので、だから犬じゃないんですよね。猫。面白いですよね。最初に言うの忘れました。失礼しました。はい。ということで、では皆さんの国では何というのか、猫をかぶる、教えてください。そして今日思ったこと、ぜひ送ってください。はい。ではまた勉強しましょう。今日もありがとうございました。皆さんのコメント待ってます。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。